ンジン不調編の続きということで、キャブレターのダイヤフラム編です。まずは正常に動いているか点検から、そして驚くべき新事実が、気軽に点検のつもりだったので、全く想定外で想像外。これが原因だったのか。最後までゆっくりしていってね。キャブレターに取り掛かる前に、やっておきたいことがありまして、エアクリーナーボックスを外しています。ジョイントスクリューを緩めて、下半分も撤去します。リザーブタンクも外します。チェック1、燃料ポンプの作動。音を聞けば動いているのはわかるけど、十分な量の燃料が出ているのか確認しておきたいと思います。燃料ポンプからのメインホースを4つに分配する配管から外して、適当なホースをつけて、キャッチタンクをセット。キーオンで燃料ポンプが作動。一定量で停止します。繰り返しやってみます。量も問題ないようです。音だけで圧縮不足ということもあるので、念のため確認でした。一旦カバー類を元に戻した後、思いっきりエンジンを吹かすので、人がいない河川敷に移動します。これからエンジンをかけながらキャブを覗いてみようと思います。ダウンドラフトの大きな口が4つ、真上を向いて開いています。チェック2、スロットルバルブの回転。VMAX の持病の一つに経年劣化で接合部が緩み、スロットルバルブが徐々に回転し、不圧検知穴の位置がずれるようです。ちょっと CCD カメラを入れてみました。まずは4番から。正しい位置はニードルの真下です。残念、手前に90度移動しています。正しい位置はニードルの真下です。お次は3番。
180度もずれている。2番入ります。サイドカメラに切り替えます。サイドカメラで真横から見てみると2番も90度移動していました。不圧検知穴が移動しているということは、各シリンダーの不圧にばらつきが発生。1番入ります。サイドカメラに切り替えます。1番だけニードル下で正常位置。1箇所だけ正常でも3箇所がダメ。チェック3、ダイヤフラムの動作。穴の奥にアクセルの動きに連動する。スロットルバルブとニードルが見えます。左側の1番と2番動いています。右側の3番と4番はどうかな。動いてない。左側は動いているのに。右側は完全に死んでいる。なのに普通に吹き上がっている。どうなっているんだこのエンジンは。ますます謎は深まるばかり。さらによく見えるようにむき出しに。エアクリーナーボックスどかします。これでもっとよく見えます。バタフライバルブも開いていて、しかも強制的にスロットルバルブをスライドさせても半分しか開かない。何かに引っかかっているみたい。ダイヤフラムが破れて動かないのは理解もできるが、半分しか開かない原因は一体何？しかも右側2つが同時とは。前回点火系を一新したにもかかわらず、右側に1頭のプラグがかぶっていた。これでやっと納得できました。ダイヤフラムを見てみましょう。自宅に戻り再度分解。強制的に動かしても半分しか開かない。中で大きな異常が起きているのは間違いない。まずダイヤフラムの蓋を開けるには、右上だけがトルクスネジになっていて、しかもタンパープルーフ、いじり止め。繊細な場所だから不用意に開けないようにしているためで、トルクス T25 が必要です。エンジン右側3番と4番です。プラスのネジにはショックドライバーで、長いスプリングが飛び出してくるので、押さえながらゆっくり開けて。
なんじゃこりゃ。ダイヤフラムが破れているどころの騒ぎではなく、スロットルバルブがついていない。バラバラに自然分解しています。スロットルバルブが取り残されている。これじゃあ不圧に連動するわけがない。スプリングの力で常に前傾状態だった。合体させて本来の姿には戻るけど、接合部分が緩くなっていて簡単に外れてしまいます。真ん中の筒がぶつかって浮いてしまい、半分しか開かなかったようです。4番開けてみましょう。やはり4番もバラバラ。中でダイヤフラムとバルブが分解。元通りに合体させてみたけど、本来回っちゃいけないのにくるくる回転してしまう。ダメだこりゃ。一方1番と2番はというと、棒を使って強制的にスライドさせても引っかからずバルブは全開になります。開けてみましょう。トルクス T25 ショックドライバーで一撃。1番開けてみます。バラバラではなく原型をとどめています。不圧検知穴が正常の位置だった1番は回転もしません。2番はどうかな。これが本来の状態です。ただしくるくる回ってしまいます。ゴミが入らないようにしたら加工作業に入ります。これがバラバラだった3番4番です。そして原型をとどめていた1番2番、ニードルとスプリングは再使用します。新旧で不圧検知穴の大きさが違うため、穴の大きさを確認します。ちょうど 3.5 ミリのドリルがぴったりでした。社外パーツを使用しますので、現
状と同じにするため加工が必要です。そして今回某奥で入手しましたヤマハ用 VMAX1200 社外品4個セット。手前が新品で奥が取り外したものです。不圧検知穴を見比べてみましょう。明らかに大きさが違いますね。国内版 VMAX をもとに製作されたようで、海外向けでは加速に影響してしまいます。 3.5 ミリで開け直しました。古い方からニードルとスプリングを外し、新しい方に移植します。ニードルの座りを決める穴と突起があるので、向きや方向を確認しながら慎重に、くれぐれも無理な力をかけないように。繊細な部品なので要注意です。ニードルの突き出し量で流量も変わるので、4つとも必ず均等に組み上げます。パーツクリーナーで洗浄。ダイヤフラムにはかからないように。準備が整ったので組み付けていきます。カバーのボルトはトルクスを含めて六角穴付き M515 に置き換えました。本体側もパーツクリーナーで洗浄。エアダスターで通路をブロワー。ニードルの先をぶつけないように上から誘導しながらキャブ側メインジェットに突き刺します。右上の突起と溝を合わせます。すると自動的に不圧検知穴はニードルの下に来ます。固着を防ぎ、滑りを良くするためシリコングリスを薄く塗りました。端が折れたりずれたりしないように注意しながら慎重にセット。仮止めです。4番も同じように組みました。右上の突起と溝を合わせます。
シリコングリスを薄く塗っておきます。左側1番2番です。交換作業完了です。スムーズにスライドするか確認。カバー類をすべて元に戻してエンジンをかけてみましょう。緊張の一瞬。チョークを戻してみます。アイドリングが極端に低くなりました。改めて同調と調整が必要ですね。テスト走行前にプラグを清掃。走行後にまた確認します。そしてまたいつもの河川敷へ移動。自宅で空ぶかしができないため移動しましたが、一応正常に動くか必ず確認した方が良いです。秘密が重要な繊細な部分なので、うまくいっていないとこうなります。動かないところは開けてやり直しです。カバーを開けてダイヤフラムを付け直しました。エアクリーナーボックスの内側にあるエアファンネルがついていないと全開にはならないようです。全部揃って動くようになりました。大成功。テスト走行を終えた後、燃焼の量比はプラグを見ます。やっと焼き方が揃ってきました。これが本来の加速だったことを思い出しました。また見てね。最後、
後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。